こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。今日は手入れ小屋からお伝えします。植え替えも終わり、芽切りの季節となり、慌ただしい毎日は変わりません。でもその中でもこの大きな羽生打竹亭盆栽庭園でも小さなものから数百年のものまで毎日懸命に命をつないでいます。今日は皆さんに初めの盆栽はここから生まれてくるというものをお伝えしたいと思います。お楽しみください。今ここにある山もみじ、とても葉性のいいものを種の時から見出して挿し芽をしてここまでにするのにだいたい4年目になります。今はまだこのようなビニールのポットに入って苗木の状態です。この木を同じように作ったものがあります。これがその一つです。ついこの間まではこの苗のポットと同級生であったものです。それを針金をかけて木の姿を出し、そこに植え替えて鉢を入れて、ここから1年2年と作っていくことで少しずつ盆栽らしさになっていきます。簡単なようですが、名木よりもとても大切なことがあります。このようにまだ何気ない苗木のものを一つの姿にする。それはその人その人が心の中や目の中にあるもみじって何だろうというものが描き出されることが大切なんです。どことなく下から見上げて枝が振り降りてくるような優しさのある木、そのような絵心をまずこの苗木から導くことがとても大切なんです。25年以上30年かけてそこへ導いた木をご覧に入れましょう。もみじの中でもとても人気の高い出生女の草冠帯の木です。大宮盆栽村雑木の名園と歌われた不要園竹山先生の作品です。挿し芽から作ってもう四半世紀以上、柔らかい姿、自然な枝打ち、もみじの飾りやすい盆栽の理想の一つかもしれません。このような木になってくれればという思いを込めて、小さな苗木も手入れをしてみたいと思います。さて、このような2本で立っている苗木、これを一つ先ほどのような木へ導いてみましょう。このようにポットで植わっているものを外します。そして一番大切な基本であるこの立ち上がりという根の部分を一応確認します。もともとは一本の木から追い立っていますので一つになっていると思います。あまり深く取らなくてもいいですが、一応根の元を確認するという作業が大切です。このように上根を出して立ち上がりを見たら、ここから針金をかける作業になります。この針金ですが、こういう苗木にはアルミの線がいいです。しかも必ず上までかけるときは少しその木の長さよりも長めに取ってください。巻いていきますので短くなります。だいたいこういうものは45度角って言いますが、流れるように木に沿わせるような思いを持って巻きます。締め上げるというよりも木に沿わせるという気持ちです。この一番初めの曲付けというものがその木の将来の姿を形作ることになります。気持ち的には巻くではなく沿わせる。これを忘れないでください。
このように種木をかけますが、この子供もあります。この時には別々にもさせますが、抱き合わせという方法もございます。その形をご覧に入れます。よいしょ。まず支点となる方を刺していないので、途中まで巻いて押さえます。それからこの子供の方、根元をしっかりと沿わせて、そこから木を巻くんではなくて、針金を周りに沿わせていく形であります。そうすることによって木に負担がかかるものが和らぎます。枝を避けながら巻き込んでいきます。このような状態にしましたら、いよいよ幹曲げに入ります。2本の針金をかけるときは、なるべく2本が沿うようにかけると、針金をかかった姿でも乱れた感じがなくて、綺麗に見えます。なかなか慣れるまでは大変ですが、はじめこのようにアルミ線でやると銅線と違ってやりやすいかもしれません。2本のある場合は上の方は1本でも足ります。ここからその木の雰囲気作りになります。まず主幹を決める。木を曲げるときは折り曲げるのではなくて、雑巾を絞るようにこの針金に沿って曲げてください。ご覧になってください。これは時計の逆回りになっています。そういう時は曲げる時も絞り上げるように、針金に沿うように曲げてあげます。少しずつこう曲げることで、もうこうなります。まっすぐ真横にこうなったのでは蛇のようです。やはりその立体的な意味も込めて巻き上げて、そしてまた追い立つ姿をそのままに出してあげます。これが人間がやるとどうしてもいやらしくなります。私もそうです。それを少しでもそうならないようにという自然さを大切にするという考え方が大切かもしれません。なるべくこの相関の場合はまず沿わせるんです。沿わせてから離してやる。それが将来太った時にきれいに沿っていきます。いかがでしょうか。一つの木が一つの子供の木をこう守って支えるような相関体の木の基本の流れがこれ出ます。もみじはこのように優しい流れが大切でしょう。それではここからこの時期はあまり強いほどきはできません。仮ほどきの化粧鉢の植え込みへしましょう。上根をもう少し取って、この時はあまり根をほどきすぎないということが大切です。絡んだ根、そういうものだけ広げてあげて、あとは根の先だけをちゃんと止めてあげる。そこから新しい根が出るので、ほどいたままはよくありません。さて、そうしましたらこちらに移動しましょう。この形ではなく、少しこのようになります。その時に今回はこの瑠璃色のやや深めの丸鉢を使います。必ずきちんと網を塞いで、ただその時に残念ながら穴一つのものの場合は根を縛るものがありません。そういう時にはちゃんと下に支えを作らなければなりません。太い針金でやるよりもちょっと経済的なことを考えて、このように使った銅線のくずがあります。ある程度の太さのものを
こうやってしごくと銅線は硬くなります。こういうものをこの下の支えに使います。このようにしてこういう細い針金でこういうものを作ります。それをこの下から差し込んで、こうすることで根を縛る道具になります。穴がいくつかあればいいんですが、一つの時はこのようにします。やや粗めの土をそこに引き、そこから植える土をやることになりますが、普段私どもで使っている雑木の土というのは赤玉や他のちょっと砂目を混ぜたものになりますが、このようなサイズにはちょっと目が粗いです。その土の大きさや粒もその木の大きさに合わせる、その作業もとても大事なところです。このように一度目を揃えて上土下土に分けます。はい、OK。ちょうどみじんは抜いてありますが、これぐらいに目を一段細かくする。とても繊細な作業ですが、木の培養を考えた時の培養土の粒の大きさというのはとても重要になります。先ほどにゴロを入れたやつにふるい直した土をまず下に少し引きます。そして角度を合わせて、この感じだなというのをしっかり下根がつくようにして植え込みます。そして先ほどやった針金で外れたり倒れたりしないようにしっかりと縛り込みます。根をしっかり止めることができたら、植え土でよくついてあげます。根の間に隙間や緩みがあるとよくありません。あまり硬くなりすぎるほど突き込むのはよくありませんから、根と根、土と土の間の隙間に入っていくっていう感じのやり方が良いかと思います。このような感じにして、またここから1年2年どんな木になっていくかが楽しみな状態にします。このように先ほどまで何気ない苗木だった木が少しずつ盆栽らしい姿へ変わっていきます。ぜひこんなことをお楽しみください。こちらは長寿梅の可愛らしい木2本です。ポットに入っているこの木は刺し目で、私どものスタッフが作って5年から6年、ようやくハサミ作りで少し盆栽らしくなってきました。右のものは大きさこそ変わりませんが、そこから10年という時間が経っています。そんなに経ってるのって思うでしょうが、幹の古さを見てください。大きくすることよりも木の古木感が出るように作っています。盆栽は大きくするのではなくて、その木の古さ、姿、それがどのようなものを描き出すかを楽しむことが盆栽です。さて、このように長寿梅も年々と古くなっていくのですが、時には培養の失敗で痛みが出てしまうものもあります。これからちょっとその木をもう一度よみがえらせてみましょう。この長寿梅はさらに古く、刺し目からおよそ30年という時間が経っていると思われます。立派な商品盆栽としてあったと思いますが、天候、それとも人のちょっとしたミスで枝を傷め、姿をなくすまでになりました。
でも大切なのは生きているということです。命をつなごうとして自分で芽を伸ばし、枝を伸ばし、生きる姿を懸命に作り上げています。さて、ここからこの木をもう一度よみがえらせてあげましょう。まずは上に苔まで張った傷んでいる場所、それがどのような状態になっているのか、その姿を見てあげなければなりません。懸命に生きた証がちゃんとそこにあります。このようにすると、この木の半分が枯れて残った枝が伸びているのがわかります。少し作ってみましょう。残された枝々を使って木の姿を変えてみましょう。この木は必ずよみがえります。押さえて。古い盆栽の場合は徒長した芽というのは本来使いません。ただしこのように一度傷んで懸命に生きているものは、その徒長する枝に水をあげる力が集中している場合があります。そういう時にはもう一度木がよみがえるまで、その徒長した枝を使って木作りをして、それを木の骨格にする場合もあります。むやみに詰め込んでしまうと根の成長が弱ってしまう時があるんです。いかがでしょうか。先ほどのやっと生きてきて枯れるのを自分の力で防いだ木、残された徒長枝やもともと生きていたものを使ってもう一度商品盆栽の長寿梅へよみがえらせていこうと思います。左へ流れる姿の木になってくれるといいですね。鉢に植えてみましょう。同じく苗木からの作品作りです。この黒松は今から4年5年近く前に種をまいて作った木です。このように特殊な園芸的な入れ物があります。根を深く土が入ることで水かけが楽で育っていきます。3年ほど前にまだピューンと伸びたものをうちのスタッフたちが腰のところで一回グリグリに針金をかけておきました。それによってこのようにみんな下に曲げがついています。そこから2年木を培養させるために太らせて続けました。ここから一つ小さな商品盆栽を作ってみましょう。一つ一つの個性がありますから、どれが良いというものはありません。その木その木にのっとった姿で作ってあげる、それが一番かもしれません。それでは今日はこの木でいきましょう。ご覧ください。このようにもう筒のように根が張ってます。これから盆栽へ作ってみましょう。
先ほどまで土に入った苗木の黒松、3年4年前にスタッフが苦労して腰を曲げておいたことで、厳しく生き抜く黒松の半圏外の姿の基本がもうその時点で生まれていたんです。枝先を倒し、風に吹き流れる姿へ徐々に導くことで、どんな小さな木でも立派な大自然を描くことができるんです。皆さんどうでしょう。6年前までは一粒の種、それがこのように園芸のポットの中で曲げて育ったものが、こうして鉢という衣装に入れて針金をかけることで一つの大自然になります。こんなところからみんなが楽しんでくれるといいなと願っています。もう一つ皆様にご覧に入れます。黒松のまだ仕立て鉢に入っている木ですが、三河黒松という黒松の中でも一番肌と葉のいいやつです。これでだいたい15年経っています。小さな鉢で育てられて、多少の枝の切り込み、そして先ほどの若い黒松のように針金だけ一回かけておきました。一つ一つ形が違う。それこそが個性なんです。この木をどのようにしたか、何点かこの春に仕上げたものをご覧に入れましょう。3点ともこの木がだいたい100本作っている中の兄弟からこの春生まれたものです。一つの木を枝をかけて植え替えて作ったもの、2つを寄せて相関の樹形に仕上げ始まるもの。この子たちはここからいろんな人たちが楽しむ木へと2年3年で世の中へ出ていくでしょう。このままにしておけば誰も見てくれることもなく、風で倒れてしまうような木、それが鉢を合わせ木を捉え風景を出し、こんな楽しみこそが盆栽の趣味の皆さんの一番の醍醐味かと思います。羽生築堤では毎月2回盆栽教室も開いています。教材を売る、こういうことを主軸にはしていません。お持ちのものをどうしたらいいだろう、どうやったら木が作れるだろう、皆さんの手助けになるようにと思って、そんな仕事を大切にしています。ぜひ皆さんもご自分の手で盆栽を踏んでください。手入れ作業小屋からお伝えした今日のわびチャンネル、いかがだったでしょうか。名人が作った30年の名木、それもこれもこのような木から、小さな可愛らしい松も初めはここから、そして一度見捨てられた木もよみがえるように、さまざまなものが命を一生懸命つなごうとしています。その中に何かを見つけられるんじゃないでしょうか。このような手入れ、今度は歴史や文化の深いもの、皆さんのご要望があればいろいろな番組をご提供したいと思います。ぜひチャンネル登録をなさってわびチャンネルもお楽しみください。本日もご視聴ありがとうございました。